ぐるぐる回っております。よっぽどあの先端のスピード速いよ。あそこにぶら下がったら飛んでいくかどうか説今話してました。100キロ以上で回ってんのかな、あの上。速そうだよ先ね。端。確かにすごいな。風強カンパデイ。ナウシカの住んでる地域、風の谷のナウシカ。ああいう風に回ってる。うん、風が吹かないと飛べないんだよ確か、ナウシカが乗ってるやつ。すごい、全部回ってる。いや、でも一人止まってるな。どれ？あ、本当だ。なんだあれ。やっぱり自力で動かすのかな。なんで止まれるんだろう。やっぱり機械でもある程度動かせるんじゃない？ということなんでしょう。おほー、真ん中のやつだけ回ってない。姿勢が良い太郎 SYT。 はい。今日のスイーツはこちらです。グリコの冬だけの贅沢な一粒です冬の口どけ小味揚げでかっ、うまっ。あ、コンタクト入れるの忘れた。うまっ。レモンさん、歯に挟まる仕上げ歯に挟まる仕上げが施されています何このキャラクター。波丸とふーちゃんです。波丸の眉毛、太郎ちゃんが美味しいもの食べた時の眉毛みたい波丸いろいろ詰め込んである。いろいろ突っ込みどころサーフィンにも乗ってるし。あれ富士山じゃない、後ろにくっついてんの。いや違う、波でしょ。違う、あれは波か。波丸だから。あ、そっか。日向はあったかいの。喫茶。すごっ。なんかホテルとかある。海が見えるんだ。すごいね。お、高台になった。うわー、輝いてる海が、はい、見えない一瞬。おー、すごい絶景。こんな絶景あったんだな。絶景だ、絶景だ。うわー、すごいすごいです。すごいな。うん。あー、海もなかなか見れなくなってしまいますからね、お引っ越ししたら。って言いながらね、旅行ったりキャンプしたりしてるからね、意外とそういうとこに行けば見れるんですけど、やっぱ波高い、風があるからか。すごいお水の量。灯台を発見しました。なんか前あの辺のカフェ行かなかった？あったよね。ねえ、お弁当買って帰った。なんか富士山だ。どこ？お、本当だ、すごい。あんな大きく見えるの？ねえ、すごいな。すごいね。なんかまるで海っぺたにさあるみたいじゃない、富士山が。絶対そんなことないのに、もうなんか裾の降りてったら海ですみたいな。絶景。すごい。すごいね、やっぱこっちの風は。風すごいっす。油感でお弁当買いましょう。イエーイ。あと青さの味噌汁買いたい。夕日とかもね、綺麗なんですよ。海も綺麗だし、キャンプ場からは見えないけど、ちょっと歩けば見に行けるんで、おすすめのキャンプ場があります。
風がやばい。やばい、風強い。でもなんか気温はそんなじゃない。あ、持ち帰りできますって書いてある。一応ちょっと見てみようかな。何かの食べ比べ。あ、タロちゃん生しらすある。生しらすあんの？ほら。生まれ崎。あ、本当だ。お持ち帰りあります。寒い。卵みたいだよ。これは欲しいの欲しい。卵。耳あったか。あったかい。あったかい。あ、このなんかこの模様可愛いね。模様可愛いねこれの。卵だよ。斉藤卵です。趣味は卵を温めることです。ランチ買い終わったので、はい。さっき1回通ってきた海が見える眺めのいいパーキング、うん。なんていうの？パーキング。パーキングに止めて買ってきた三色丼を食べたいと思います。マグロトロ三昧丼。あ、三昧か。マグロトロ三昧丼。ネギトロとマグロとトロが入ってる丼にしました。タロちゃんは大盛り禁止って言ったのにまた大盛りにしました。どう思いますか？だって無料だったんだもん。無料っていうことがもうバレてしまったんで、次から私が買いに行けば無料ということがタロちゃんのトイレ使うかも。かも。うわー、すごい、ここ絶景。お、つくかな。ここにボイラーが入ってます。ついたっぽい。ヒーターがつきました。で、上開ける？こう。そう。あ、めっちゃ明るい。なんだその足は。これよ、これこれこれ。なにこお気に入りだよね、そこ。リラックス。うわ、静電気だよじゃん。耳、それやるからだよ。景色すごいよ。すごい。キッチンに立ちながら海が眺められる。あれ、前髪なんか四角くなってる。もう今日帽子だったんで、なんかお風呂入ってさ、うん。すぐ帽子かぶっちゃったらこんなことやってました。でも眉毛あるからまた変わりますね、なんか。あ、ここも開くからだいぶ明るいっす。あ、本当だ。扉のとこね。うん。いいね、ニコメリ。男子。お湯沸かす？お、タローズキッチン。今日これでうん。やりたくて持ってきたんすよ。デルタ3はーい。プラス。こちらですね。はい、これでお湯沸かしたくてですね。水こっから水道水取る？うん。フレッシュウォーター入れてきたんで。ありがとうございます。これで。こんなもんでいいかな。うん、2人分の味噌汁だからね。500ぐらいあればいい。うん。おお。風で揺れます。いけるんすかね。あと 24% ですが AC オンでいけるか。お湯が 1200W。 結構つく。あ、でもこれで15分はいけるから。うん。あ、じゃあ全然そんなかかんない。でも9分になる。はギリいけるかな。1200ワット。多分5分もこの量だったら、この水の量だったら数分でできる。みるみる減ってく。本当だね。まあ大丈夫じゃないかな。うん。本当かな。もう17%、16、すっごい早くない？怖っ。ケトルいけるけど。頑張れ。頑張れ。
無理じゃね。もう終わるあ、と思う。あ、今ですね、この下に積んでるデルタ2マックス2000ワットのうんバッテリーを下にも積んでたんで、なんとか充電が今、そこから持ってきて充電中でございます。この状態でいければ多分 UPS モードみたいな、ほらインプットが1400のアウトが1100みたいな感じで、途中からいけますね。これですごっ。はい。沸かしちゃって、すごいね風がずーっとここガチャガチャ。ね、言ってる扉が。やっぱちょっとこいつ単体でケトルとかやるとうんだいぶ負荷がかかりますね。1000ワット超えるものをうん使うなら、うん。やっぱデルタ2マックスとか、ああ、確かに。 2000ワット級のやつの方がいいかもね。うんうんうん。これだとちょっともういっぱいいっぱいな感じはしましたね。沸かすことはできるけど、うん。なんかどんどんみるみる減ってってね。100から減ったわけじゃないんだよねい。やもうもともと20ぐらいしかなかったんで、まあ絶対ダメではないけど。ちょっときつかったです。うん。お、置いた。できた。お湯を使おうとしているやつはこれです。そう、味噌汁をね。うん。味噌汁2つ買ってきたからこれに入れたかったんです。これが噂のマグロトロ三昧特選丼だっけ？マグロトロ丼。マグロトロ三昧丼。マグロトロ三昧丼。これいただきます。いただきます。あー、めっちゃ贅沢じゃん。めっちゃ贅沢。でもこれで1480円でしたね。うん。安いんじゃない？安いともこんだけ入っててうん新鮮で、美味しそう。ブリブリだよ。ネギトロもこの量だからね。うん。いただきます。いただきます。ネギトロ食べてみようかな。ネギとトうわ、ロ。うん。噛んでません。溶けた。溶ける。このネギトロネギトロ。このネギトロやばい。うますぎる。このマグロも絶対美味しいと思う。マグロがもうトロじゃん。うん。うんうん。赤。あおお。がっー、うん、ちり入れた今。うん、全部美味しい。うん。ネギトロのとろけ具合にめっちゃびっくりした。本当だね。うん。うん。うまくすぎた。うん。そしてはい。ちょっと風がやばすぎたので道の駅に移動してきました。はい。ここはですね、御前崎は変わんないんですけど、うん風のマルシェ御前崎だっけな。風ってついてる。ここでも強いんだけど、うん。まあ海沿いよりはまだちょっとマシかなと。一回ここで車中泊もしたことあって、うん。うん、昔セビーバン買った時ぐらいかな。おばちゃんと来たね、のを覚えてます。そう、もうだから5年前ぐらいになりますよね。本日の動画なんですけども、先ほど電気を使ってですね、お湯を沸かそうとしたりとかしてたと思うんですけど、このバストナーを買った理由がですね、移動事務所に使ったりとかうん。っていう風に動画を出してたと思うんですけど、はい。もう一つの、理由としてもだいぶ使えるなということがございます。それがですね、避難所。災害の避難所としても使えるんじゃないかということで考えたんですけど、なんせそのニコメリがうん。うん。いると一般の避難所が使えなかったりうん。するということなんですよね。うん。犬が入れない、ペットが入れないということがよくあるらしくて、かといってニコメリを置いてね、避難所に行くっていうことは基本考えていないので、やっぱりそういうところで移動できる家があると、うん。いざという時にはいいんじゃないかということですよね。はい。はい。ただサムネの方にもあったと思いますが、早くも、壊れました。本当に。いやー。まあまあまあ、エンジンのトラブルではなくっていうところだけまだ不幸中の幸いなんですけども、助手席のドアが閉まりません。さあこれどうしましょうっていうね。めんどくさいけど、うん今後ろからうん出入りするようにしてて、なんとか太郎ちゃんが鍵を閉めてくれたんで、うん。そっからまた開けちゃうとめんどくさいから。後で
見てもらおうと思うんですけど、なんとか閉まるんですよ。閉まる場所があるんですけど、まあ基本閉まらないということで、はい。はい、今ね応急処置になってるんですが、まあ、そんなトラブルも古い車なんでね仕方ないということで買ってますけど、はい。まさかもう落ちるとは。いやー、ほんと。その他はね今のところ大丈夫かな。今日はねそれなんで壊れた部分と、それから災害時はどんな感じで使えるかっていうちょっとシミュレーションを、さっきのデルタ3プラス使ったりとか、あとこの椅子の下にデルタ2マックス積んでおりますので、この辺のちょっと使い方実際にやってみようかなと思います。はい。やっぱり避難した時に車があっても電気が使えないと困ると思うので、その辺もこの車はねインバーターがないので、ちょっとした電気とかは車のバッテリーでいけるんだけど、サブバッテリーあるんだけど、コンセントとかがついてないので、使う時は外部からの電気をね取ってこないといけないんですよ。とりあえずポータブル電源があれば電気が使えるんじゃないかっていうことで、ちょっとやってみようかなと思います。はい、はい、風強いんですけど外でね説明できればなと思いますので、はい、はい、簡単な電力だったらこちらでいけるかなと思うんですよ。最近よく使ってますデルタ3プラス、この 1000W のバッテリーである程度はいけると思うんだけど、さっきのケトルとか、電子レンジとかドライヤーとかってなってくるとちょっとしんどいかなとは思ったね。これのいいところは、充電も電気の使えるところがあれば、56分で満タンまで充電ができると。さっきもちょっと挿してただけでもう 64% なんで、早いね、だいぶ早く充電はできて便利なんだけども、あんまりね高出力のものにはちょっと負荷が大きすぎたかなと思いますけど、でもパソコン作業とか日常の電気にはすごい使えるんで、これ結構いつも持ち歩いてますね。で USB-C もねなんか 140W って書いてあるんで、パソコンの電源とかも全く問題なくいけるし、こういうこのエクストラバッテリーのポートがついてるので、この電力で足らないなと思った時はバッテリーを増幅させて使えますので、その辺は便利じゃないかなと思います。はい、はい、アウトドアでよく使うのは電気毛布かな。このサイズでよく使うのはね、はい、1泊とかだったら余裕で電気毛布も使えるんで、これが1個あるとね便利ですね。はい、そして車の全体の電気の確保はもうちょっと大きいバッテリーでやってみようと思うんですけど、これはこう車内用に置いております。はい、さっきよりマシですね。さっきよりマシ。今ちょうどよく閉まってるんだけど、はい、じゃあ開けますね。結構開けるともう大変なんで開きます。開くのは普通です。閉めます。はい。跳ね返る。わかる。ちょっと近くで。閉めます。はい。バウンド。こことかの問題じゃなく、もう閉まってないんですよ。こうほら、ここはもう開いちゃってるというね。なんだろう。最初気づいたのは、隙間風がものすごかったんですよ。走れば走るほど寒くて、風入ってきてるって言って気づいたら、扉これなんか跳ね返ってくるってことはちゃんと噛んでなくないみたいな。多分ここ、じゃないかなと思うんですけど、なんか鍵も閉まんないのよ。で、いい場所を見つけると、閉まった。いい場所があると閉まるんだけど、それでもちょっとまだ風が入ってくるって言ってたよね。そう、だから私今ずーっと足元をめっちゃなんかぐるぐる巻きにしないと大変なの、寒くて。そんな感じで、はい、こちらなんですけど、ここに、バッテリーが入っております。はい、これがデルタ2マックス、こちらがそのエクストラバッテリーです。後ろ向きになっちゃってますでこれ2000で4000、うわー、これ2000で4000ワット積んでおります。いざという時はここから外部電源を取ろうと思うんですよ。そうすると中のコンセントが使えたりテレビが見れたりってことなんで、コンセントをね今日は初めて実際に使ってみたいと思います。この外部コンセントを、これを
普通は電源の場所に挿すと思うんだけど、 RV パークとかだったらそれを電源に挿すってこと。なんだけど今回はこれをこう持ってきて、で己から己にバッテリーに挿すという。ミーアキャットみたいにピョコって出てちっちゃ。ででん。ほい。はい、挿しました。大丈夫か。これ、オンにします。ピッて言いました。はいよ。はい、とりあえずね。はい、動き出しました。こんな感じで、外部からの電源を取りますと、はい。ちょっと完全には閉まらないけど、ほこういう感じで閉めておきます。はい。散歩今日は。ハルピン。ハルピン。はい、挿したよ。はい。あそこに電気がつきました。そうすると。これのこと？そう。はい。これが外部電源取れてますっていう証拠になります。で、これはいつもの12ボルトの電源ですね。ついた。電気。はい。で、これが水道。で、こっちがこうフレッシュウォーターですね。綺麗な水が今タンクの半分ぐらいなるほど。入ってると。でこっち排水。排水今からで、バッテリー、これは車のメインバッテリーが4分の3ぐらい。こっちがサブバッテリー14ボルト満タンですね。はい、この状態でテストしてみようと思います。はい。はい。ここに挿して使えるのかっていう。はい。持っている車の本体の電力でつくかどうかってこと？そうそう。そしたら楽だよねっていう。楽です。外部電源を挿すと100ボルトが使えるようになるはずです。これも3口ある。いけるかどうか。これはね、1200ぐらいの出力があるんで、いきましょう。いきます。はい。おお。ついてる。使えてますね。問題なさそう。落ちないね。フローはこれでアプリで出力を見ることができるんで、今ほら。垂れてきてるなんか。そう、1.29 キロワット使っております。1200ワット。はい、こんな感じで使えちゃう。ドライヤーまでいけちゃうね。助かります。あとは、外部電源をつけるとここのルーフエアコンが使えるって言ってたんだけど、これもちょっと初回しですね。どれだ？これか。お出てきた。おお。あ、こっちも出てる。はい、そんな感じで、はい、電気が使えるようになると、実はここにテレビが入っていて、これが見れるようになるよっていう風に言ってたんですよね。アンテナの電源この中にあって、これがアンテナらしいです。これか。チャンネル設定。チャンネル設定。まだ17。もう気をつけて次第を続けてください。来ました。この後まだ寒気の流れ込みという。はい。はい。無事着きました。素晴らしい。ただここは電子レンジにしようかなと思ってます。このスペースね。この中にもさっきのコンセントがね、あるんですよ。だからここに電子レンジ入ってたら便利かなと思ってるんだよね。電子レンジの方が良さそう。使いそう。そして、最後にその災害用で、特に役立つであろうこちらです。椅子の下に、あ、蓋開いてた。これがですね、もうちょっと見えてると思うんですけど、これは綺麗な水。そう、これがフレッシュウォーター。ここになんと120リットル入っておりますので、すごい量ですね。ホースとかでジャーって入れても10分ぐらいかかるぐらいの量が入ってますので、これもだいぶね、災害用としては使えるんじゃないかなと。そうですね。ニコメリもいますから。そう、なんだかんだ水はね必要だもんね。でその水がさっきのそこからと
あとこっち、あとここですね。ここから出てくると。今ボイラーつけてるからお湯も出ますかね。お湯で。うん。真ん中よりこっちやるとお湯になるんでね。シャワーにもなる。お湯です。お湯出た。熱っ。熱いよね。そこで温度調整して使うと。あ、いい感じです。歯磨きとかもここでできると。助かる。顔も洗えるし。大雨の時とか助かりますね。一応ここのトイレも使えます。ちょっとやってみようか、トイレ。ちょっと調べてもうちょっと分かったんで、トイレするときはここのこれをこう押してこうお水溜めます。で流すときこれをちょっと跳ねたなでまたこう流して開けると、これ今みたいにちょっと勢いよくやると跳ね飛びますね。おー、なんかめっちゃいいですよね。って感じで、これはさっきのなんか排水じゃないところに溜まっていくんだよね。そうこれは別のブラックタンクってとこにブラックタンク。溜まります。はい。非常時はトイレも使えるし、はい。本当に避難所として使えると思うんだよね。いやー、ありがたい。そんな感じで、はい。今回はですね、購入したキャンピングカーのですね、ちょっと災害用の使い方についてもやってみました。ありがとうございます。ありがとうございました。ドアの方はちょっとどこに出すかまだ決まってないんですけど、もし山梨の方で修理業者さん知ってる方がいらっしゃったらコメントかインスタの DM でご連絡いただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。この車オイル交換もオートバックスとかじゃできなくて、大きすぎて、それこそファーストモーションさんとかもうちょっと遠く行くとアメクラさんとかもちろんあるんですけど、やっぱりどちらも遠いので、特にアメクラはめっちゃ遠くなっちゃったから、そうですね。なかなかね行けないんで、山梨の方で業者さん見つけないとなと思ってるんだよね。もし知ってる方いらっしゃったらよろしくお願いします。お願いします。はい、それからさっきのエコフローですね。はい、キャンペーンの方やっております。猫フローというペット配慮、ペット防災のキャンペーンを開催ということで、おー、いいですね。それもあってですね、今回お仕事でこういう動画をちょっと撮ってみました。はい。実際に災害用にも使えるなということでこの車購入してますので、そうですね。はい、キャンペーン詳細載っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。よろしくどうぞ。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、メリからもありがとうございました。2個あれ2個でしたはい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら、斉藤でした。ありがとうございました。よっしゃー。